This is Lao Leah Times. I hope I can be an encouragement to you whenever you may need it. May you experience the perfect love and plan of the perfect one. Enjoy. 皆さん、アローハー皆さんの一つ習慣の励ましになりたい、ラウレアタイムズですイェイ、はい、今日もメインパーソナリティ務めます、三浦しおりです。よろしくお願いします。そして、前回に続き、高田蛍さんがゲストで、来てくださって、前回のね、続きの、皆さんが気になる、証の続きパート2をお送りしたいと思います。じゃあよろしくお願いいたします。まあね、前回の先々週のラウレアタイムズでは、まあ、ホタルのクリスチャンになったきっかけとか、またそこからこう、ある意味、こう今まで立て上げられてきたアイデンティティがコロナによって本当に仕事っていうね、自己実現っていうアイデンティティがこう壊されて、でもその中で神様からの本当の価値を受け取ったっていうストーリーと、また、皆さんがそこから先気になってると思うんですけれども、まあこう同時にね、心に、福音を伝えたい、このこう偶像礼拝で苦しんでる人たちがたくさんいる中で、こう本当にそのままで愛されてるんだ、もう本当は自由なんだっていうのを伝えたいっていうのをこう思いが与えられて、こう具体的に牧師や宣教師になることもこう祈り始めましたってところまでをね、お送りしました。もしまだ第1回見てないっていう方はぜひアーカイブ残っておりますので、皆さんチェックしてみてください。はい。ということで、はい。まあね、その具体的に牧師とか、宣教師について、そういうワードもこう神様に出しながら祈り始めたってことだったんですけれども、なんかこうそこからこう不思議な形で神様からの回答がなんか本当にいろんな方法であったっていうふうに聞いたんですけど、具体的にどんなことがあったんですか？聞いてくださいよ。はい聞いてんだっつって。なんかその神様はっきりわかる形で、この牧師とか宣教師になることが私の進むべき道だと思わせてくださいみたいな感じでこう祈ってたんですよね。なんかもうその私に示してくださいと。私はもう準備できてますと。そんな感じでこうね、飯を求めてたわけですけれども、全然なんかね、予想外の、回答が神様からやってきまして、その飯を求め始めて数ヶ月ぐらい経った時ですね、2021年の6月頃だったんですけど、僕と妻は地元の奥飛騨温泉郷に帰省をしていて、帰ってたの。もう人口1000人の町ですね。そこ強調みたいな。村にね、帰ってたんですけれども、で、家で、実家で、食卓を囲みながら、久しぶりにお父さんとね、一緒に話をしていて、でお父さんの近況を聞いてたんですよね。元気と仕事はどうみたいな。よかった、元気そうで、みたいな感じで話してて、で、うちの父は、会社をね、経営している人なんですよ。で、今72歳なんですけど、うちの親父は。75歳で引退をしたいと常々言っていて、だからもうあと数年ぐらいだなと思って、お父さんもあと75歳まであと数年ですけれどもと、引退したら会社どうするつもりなのっていうふうに聞いてみたんですよね。そしたらうちのお父さんがなんか、すごいシャイなね、人なんですけれども、僕の顔も見ずに、なんかテレビとかを見ながら、なんかお前が引き継いでくれると嬉しいんやけどなみたいなことを言い出して、なんかどうよ、考えてみてくれんかみたいなふうに言ってきて、でもなんか、と思って、と思って、びっくりしたんですよ。びっくりした。テレビ見ながら言うみたいな。そう、お前そんな大事なことと思って。そう、めっちゃびっくりすることだったんですよね。なんでかっていうと、うちのお父さんは、僕が会社を継ぐっていうことに対して大反対してたんですよ。そうだったんだ。長い間。絶対継がせんみたいな。そう、もうそんなこと考えなくていいみたいな。なんかちょっと感情的になるぐらい、なんかね、絶対やらせないみたいな感じで。なるほど。なんでそれは、なんかどんな理由で会社を継がせないっていうことだった？なんかですね、なんか僕は、なんかうちの親父はね、
なんかその時はちゃんと理由を教えてくれなかったんですけど、っていうかね、この断られ始めたのは僕はもう20歳ぐらいからで、というのは僕はもともとちょっとこの会社を継ぐことに興味があったんですよ。もともとツーリズムにもね、すごい興味があったっていそうそうそう。まあね、関連する業界だし、ね、で、うちの会社じいちゃんが創業して、で、お父さん2代目で、っていう感じだったんですけど、じいちゃんは、僕は長男なんですけどね、僕が生まれた時からしつこいくらい、お前は3代目なんだぞって僕にね、言い続けてたんですよ。なんかね、これね、3代目あるあるなんですけど、そうなんだ。あるあるなんですけど、周りの違うか。JSOUL ですかね。ポッドキャストの人には伝わらないと思うんですけど、ちょっと今、JSOUL ブラザーズの動きをしておりましたけど、で、まあ、そのね、じいちゃんから言われてたのは結構、深層心理にこう、刷り込まれてたと思うんですけど、まあ、ちょっとプチ洗脳されてまして、じいちゃんに。なんかね、と思って、ちっちゃい子ながら、俺は3代目だ。そうなんだ、みたいな。なるほど、いつか俺は継ぐんだ、3代目なんだ、とか思ってたんですよね。だから、こう、大学生になって職業を選択するときに親父にこうやって、なんだ、まあ、将来、継がせる気はあるんですかっていうふうに聞いてみたんですよね。まあ、もしも継がせてくれるんだったら、将来ビジネスに役立つような職業を今選んで、まあ、修行をしてくるよと。で、まあ、いつか戻ってきてみたいな。言ったら親父がダメって言って、なんかその時はね、あんまり理由を教えてくれなかったんですけど、まあ、後になってからそれは父なりのね、僕への愛情ゆえにだったということをね、知ったんですよ。なんか一つは、うちのお父さんはうちの会社のビジネスがそんなに将来性がないんじゃないかっていうふうに感じていて、これ以上成長しないでシュンってなっちゃうんじゃないかなっていう。こんなものを継がせてもなんかしんどいだけかなと思ってたっていうのが一つですね。で、あと二つ目はなんか田舎のね、複雑で粘着性の高いこう人間関係というかいうのがね、うちのお父さんもすごい苦労してきて、だからそのような人間関係でのトラブルみたいなのがまあ起こるだろうと、そういうのは経験してほしくなかったと。まあ、だから詰まるところ、うちのお父さんは僕に自由な人生を送ってほしかったんですよね。なるほど。ね、そんな感じでもうめっちゃ断られてたんですよ。じゃあもう、逆に愛ゆえに断っていたにもかかわらず、テレビを見ながらお前が継いでくれんかのっていうのは、なんかどういうことがあったっていうのは、なんかお父さんから聞いたりとかっていうのは。いや、これもですね、まあ、そうですね。お父さんからの断片的な情報からによるんですけれども、まあね、まとまって目を見て話す人ではないんですけれども、なんかね、やっぱコロナが関係してたみたいですね。なるほど。なんかね、コロナによってうちのお父さんの心理的な部分も会社の状況もすごい大きく変わっていて、だからね、うちのお父さんの会社、最初コロナが起きた時にすごい大きな影響を受けて、すごい売り上げが下がっちゃったんですね。で、もうコストをカットしなきゃいけなくなっちゃって、人員の整理をちょっと行ったんですよ。で、なんかベテランの従業員さんが退職されて、逆にそれでもね、人手は必要だから、若い従業員さんが入ったりとかして、そんなことをしたりとかして、で、あと、うちのお父さんの会社は、最初こそね、売り上げはわーって下がったんですけど、なんか意外と予想よりもかなり早く業績は回復したっていうことがなんかあったんですね。で、そういうなんか会社の若返りと、なんか会社の思ったより早くリカバリーしたみたいなのがちょっとあって、そこでね、うちのお父さんは、この会社もしかしたらもうちょっとやれるのかもしれないっていうふうに思ったんだって。なるほど。今まではずっと、これ以上成長がないって思ってたけれども。だけど意外となんていうのかな、耐久性というか、意外と息の長いビジネスなのかもしれないと、ちょっと今この会社をね、手放したりとか畳んだりするのはちょっと惜しいと思ったっていうのが一つあるみたい。なるほど。あと従業員さんも新しい人を雇ったじゃないですか。20代のねすごい若い人なんですけど、でね、やっぱ数年後にじゃあ会社を辞めますとかいうことをその人に対して言うのはちょっとあまりにも酷だと。なるほど。あと3年ね。そうそう、田舎だとね、やっぱ転職とかも簡単じゃないですから、なんかちょっともうちょっと続けてもいいかなと思ったらしいと。なるほど。で、なんかいろいろね、候補はあったみたいなんですよね。事業を誰かね、全く第三者に渡すとか、別のうちの親戚、僕のいとこにあたる人ですけど、に、継がせるとかなんかそんなのがあったんですけど、やっぱどれもしっくりこなかったみたいで、なんかあんなに拒否した手前気まずいけど、あんなにダメって言った手前気まずいけどと思って多分僕に言ってきたんだろうなと思って。だからそれゆえのテレビ見ながらだった。目を見てはとても言えなかったんだ
それでね、まあでもびっくりですよね、本当に。家族全あ員びっくりみたいな。あ、そううだったの。ん。お母さんとかそも、みたう。いな。みたいな、そう。みたいな。ってぐらい、そう。本当にそれまで、すごい。お前には絶対継がせんぞ、み絶たいな。対、もうね、もう、なんかもうめっちゃ清少用語ですけど、うなじを固くする人で、ガチガチだったんですじゃあよ。もうちょっとでも振り向かうことの素振りすら見せない。もうダメでしたね。だからもう、だから僕もね、じゃあもういいよって言って、自分は自分でやりたいことやるからっつって、それツーリズムの方にね、こう突き進んでみたいなのがあったんですけど、なるほど。だから、びっくりしましたね、それは。なるほど。うん。でも実際、まあ、ちょっとね、もともと興味があったにも、だけど、こう、でも、その時点ではまだ、ホタルはこう牧師とか宣教師のこう飯について祈り求めてたわけじゃないですか。だからなんか、それ聞いたとき実際、どう思った？そうね、そうだな、宣教師とか牧師の飯もそうなんだけど、なんかそれ聞いたときに、まあちょっと嬉しかったんですね、やっぱりお父さんからそうやってね、オファーいただいて、なんかそんな風に思ってくれてるんだと、継がせるなら僕だって思ってくれてるんだなってのは嬉しかったんだけど、なんかやっぱりちょっと難しいかなと思ったんですよ、そのオファーを受けるのはね。というのも、なんだろうな、私と妻はね、長年台湾に移住したいと思ってたんですよ。ね、奥さん。奥さん台湾人で。で、まあ本当はこの2020年中に行きたかったぐらいだったんですけど、まあコロナのためにね、ちょっと数年延期になっていて、でも落ち着き次第すぐにでも行きたいと思ってたっていうのがあって、まあお父さんそうやって言ってくれるの嬉しいけど、ちょっとね、僕はもう今、自分の家庭っていうものもあるし、ね、まあそれになんていうのかな、まあその時はね、あんまり牧会のこと祈ってるからとかいうのは考えてなかったんですけど、いや、ちょっと無理だろうなっていうのが普通に本音。こういろんな人生プランとかを考えた上でっていう。でもやっぱりなんかなんだろうな、でも神様こんなタイミングでこれが来るってことはなんでしょうねみたいな、やっぱこうこれからどんなことしてったらいいですかって祈ってる時にこんなの来たから、やっぱ神様これなんか全然意味わかんないですけど、何なんですかねこれみたいな祈りはしてましたね。しかもある意味、すごいありえない形だったからこそ余計、本当にでずっと継がせないって言ったお父さんがっていう意味では、余計こう神様、シンプルに、これからの飯についててか、これからどうしてたらいいかをこう祈ってなかったとしてもびっくりする。みたいな。まあ祈っててね、そしたらなんかやっぱ神様なんか不思議な形でこう、応答してくれたっていうのがあって。それはどういうふうに、まあ結局、継ぐってことを決めたんですよね。4月から飛騨の方に戻るっていう。そうなんです。地元に戻ってね、なんかまあいきなりね、代表になるわけじゃないけど、父の会社にね、5月から入社する予定なんですけど、その応答の方法なんですけど、まずね、神様は、なんかね、僕と妻にはその台湾に移住する話ですけど、なんかね、この方法を使って台湾に行って生計を立てていこうっていうふうに思ってたプランがあったんですよ。詳細はちょっとはしょりますけれども。で、台湾に移住するにあたってはね、やっぱりちょっと給与の水準があんまり台湾って日本と比べると少し低くて、ちょっと経済的な不安が大きかったんだけど、まあ、このプランであれば結構ある程度の収入を得ながらいけるだろうなと思ってたプランがあって、もうじゃあコロナ明け次第それに行きましょうとか、思ってたんですけど、なんかちょっとね、ある事実が発覚して、このプランはどうやらちょっとうまくいかないということが、発覚したんですね。分かったんですよ。で、この事実が発覚したのは、うちのお父さんから会社を継がないかって言われて、1週間か2週間後ぐらいのことだったんですよね。なんか、なるほど。なんだこれと思って、なんか神様は、なんか行くべきではない道への扉を閉ざされて、行くべき道への扉を開けたのかもしれないと思った。なんか明らかにパーンって閉ざされたんですよね。と思ったらなんかもう、めっちゃ鍵かかってた。なんか鎖とか南京錠いっぱいかかってた。あのドアは開いてみたいな。なんじゃそれと思って。もうそれでちょっとなんか、はーっと、これはなんかあるかもしれないと思って。寄り道すらさせない。そう。なんかね、でもやっぱそれから初めて、具体的に自分のじゃあ父の会社を継ぐというプランというか、そのオプションを検討し始めたんですよね。だからそれこそなんていうかな、
仕事の意義、私が探求の結果、なんか見つけた、その、信仰と仕事、っていうところで言うと、やっぱ神と人に仕える。神と人を愛する。仕事を通じてっていうことですから、じゃあこの会社のビジネスを通じて神と人に仕えるってどういうことですかねみたいな風にこう考えていて。だからね、そうすると、まあこれは神様から与えられた印の一つですけど、なんかこう、様々なね、こうアイディアがね、もうなんかブワーってこう膨らんでくるというか、あんなこともできるじゃんみたいな、こんなこともできるじゃん。もしかしたらこの会社のビジネスっていつか福音の伝道に活かせるかもしれないとか思ったんですよ。あとは、周りの環境もね、どんどん整えられていったっていうのが二つ目の印ですね。なんかどんな感じで整えられたからですね。なんかね、まあ、様々な関係者がいるじゃないですか、会社って。まあ、うちの場合、ファミリービジネスみたいな感じだから、まあ、家族とかね、親戚とか、あと、もういるし、で、従業員さんとかね、あと、もう友人たちとかもいろいろいますけれども。お父さんの会社。お父さんの会社ね。そうそうそう。まあ、関係の人たちとかいろんな人がいるんですけど、全員賛成したんですよね。なるほど、なるほど。誰一人、なんていうの、反対意見を言う人がいなかったっていうのがあって、全員いいじゃんみたいな、ホタルがやってくれるんだったら、みたいな感じで、普通一人や二人なんかね、なんか反対者が現れてもおかしくないんですけど。みたいなね。そう。従業員さんたちも、いいじゃんって言ってくれたんですよね。ホタルが帰ってきてくれたら安心だみたいな言ってくれて、あと奥さんの家族もそのプランについて、なんかいいんじゃないって言ってくれて、台湾にいるね、家族ですけど、いいじゃん、いいじゃん、みたいなので。そうだったんだな。だってもう、なんなら、ね、台湾に移住するプランだったのに。そうなの。なんか近くに来れて嬉しいねぐらいな感じだったのに、なんか申し訳ないなと思って伝えたら、お前やったらええかな、みたいな感じで。みたいな。おいみたいな。そのトーンの、まあなんか、奥さんの心は。そうですね。これも本当に印の一つだなと思ったんですけど、なんかね、僕は絶対彼女は台湾に帰りたいっていう気持ちは変わらないなというふうに思ってたんですよ。やっぱりね、日本でも、なんていうのか、日本の生活が嫌いなわけじゃないけれども、やっぱ台湾に対する思いが非常に強くて、でも彼女は、なんていうのかな、まあ、いろんなプロセスを通じて、今はそのタイミングじゃない。そう感じた。感じたんだって。それで今は、ホタルの地元に戻るべきだっていうふうに、こう、感じるようになったって。だから、そこもね、親父の心が動いたのも相当びっくりでしたけど、奥さんの、台湾に、あれだけの思いを持ってる奥さんの心にその平安が与えられたっていうのも、すごいびっくりなことでしたね。神様の御心のサインの一つは夫婦であればね、夫婦間の一致だっていうのはあるっていうふうにね、いつも、いろんな方に言われてましたけれども、だからそれも与えられて、なんなら、なんかね、牧師さんとかって、献身の御言葉ってあるじゃないですか。なんかこの聖書箇所を読んで私は牧師になることを確信したみたいな。なんかね、私はその場所に行って、それを、そのビジネスをやるっていうことでいいんだよっていうか、あなたはそこに行ってこれをやるんだよっていうような、なんかこう、御言葉まで与えられちゃったんですよ。まで与えられちゃった。まで与えられちゃった。そう。この話をなんかクリスチャンの友達とか先輩とかにしていて、で、すごい整えられてってるね、みたいな。じゃあ、あとは御言葉祈ってみたらみたいな風に言われて、そうなんか確信を与えてくれる御言葉、祈ってて、つって祈ってたんですよね。あ、そっか、つって、いや、御言葉っつってもな、みたいな感じで祈ってたんですけど、与えられちゃって。ちなみにどこ、ですね、ルカの10章37節にあたるところなんですけど、良きサマリア人の例えですね。良きサマリア人の例えの中で、これまあ、例え話をイエス様がわーってして、で、その最後に、まあ、立法学者との対話ですよね、これって。で立法学者に対してイエス様が最後に、こういう質問をするんですよね。では、この話の中で、打ちのめされたユダヤ人の隣人になった者は誰ですか、その人に親切にした人ですっていうふうに立法学者が答えた後にイエス様が37節でね、言ってあなたも同じようにしなさいっていう言葉を言ったんですよね。なんかね、このストーリー何回も読んでたけど、なんかその時読んだ時にね、むっちゃ自分に語られてるような気がしたんですよね。この言葉が。僕は自分のその戻った場所において、
なんかこの良きサマリア人が表したあらゆる性質、自己犠牲であったり、なんかこう見過ごされてる人に対して、ケアする、心であったりとか、ね、そういったことをしなければいけないんだなっていうのがね、なんか本当にその初めて自分事としてというか、その言葉がね、自分にこう、語られてるっていうふうに感じて、何回も何回もその例え話読んでね。だから僕はいつもこの自分が地元に戻った時に、自分はちゃんとイエス様が命じられたように、良きサマリア人、そして良きサマリア人が指し示していたイエス様ご自身の、姿をちゃんと表せてるだろうかっていう、こう、チェックができるよね。これでもうこの言葉があるから、いつでもこの言葉に戻ってくれる。だからね、そういう体験まであって、なんかそういうことがあるうちに、やっぱ確信が与えられましたね。なんか、神様は僕に、こう、牧師とか宣教師ではなくて、こうビジネスパーソンとして、ビジネスオーナーとして使えるように召しているんだなっていうふうにこう感じたんですよ。確信した。ここまで印もらってたら行かないわけにはいかないというかもう行くしかないっすわ、みたいな感じになっちゃって、こんなにわかりやすいんですね、神様の、なんか、示されるときはこんなにはっきり示されるもんだと思って。こうやっぱり、第1回のこう神様によって壊されたものっていうのが、本当に悪いものだったら神様の御心でない偶像礼拝とか、そういうなんていうんだろう、その神様からのアイデンティティじゃないところを壊されて、こう神様って作り変えられる方だけど、なんかそれをただなんか作り変えてそのままにせず、その作り変えたものを本当に神様の思う目的の場所に持ってって、神様の栄光の器として用いるところまでが神様のビジョンなんだなっていうのを、そうですね。なんかすごい感じ、多分本当に壊されるだけじゃなくて、そこに志を与えて、目的を与えて、そして道を示すっていうか。そうですね。やっぱりこう、神様はね、こう、取り去られ、そして与えられる方なんだなと思ったんですけど、やっぱりね、すごいなと思って、やっぱこうコロナを通して、僕の心とかね、偶像を砕くと同時に、父の心も変えてくれてたんだなと、先回りしてね。だからもう、これが同時に進行で起きていて、もう神様とんでもないことをされると思って、ありえない扉が開いてね、今こういう形になって、だからね、やっぱり、これはでもやっぱり、なんですかね、ミニストリーなんだなと思って、ただね、ビジネスをしに戻るんじゃなくって、ミニストリーをしに戻るんだという気持ちをこう持ってね、今、地元に戻ることができるんですけど。でもそう考えると、本当に2年前から抜かりない計画がこう進められていたというか、コロナで。そうですね。でもなんかでも、そう思うと自分の人生ね、やっぱりもう、僕が生まれる前から、こう全てがこう、あれされてたのかなと思うと、整えられたのかなと思うと、なんていうんですかね、父が、ね、父は正直いやいや地元に戻ってきてこの会社を継いだんですけど、でね、地元の人間関係で苦しんでみたいなのがあって、で、そこで、正直父親と母親のね、コミュニティでの関係性もあんま良くなくてみたいなところから、僕の世代も、その関係性があんまり築けないみたいな正直ちょっとあって、でもそれによって僕はこう、なんていうのかな、人格が作られていって、ちょっと偶像礼拝チックになっていったんだけれども、神様は僕が18歳になった時にに出会ってくれたじゃないですか。で、その偶像を、その、叱るべきタイミングでしっかり壊してくださって、で、今こういうふうに、なんていうのかな、新しい道に示してくださってるっていうのがあって、なんか、なんか、もうやっぱ神様の視点は永遠なんだと思って、だからもうすべて、なんていうんですかね、なんか、もうダメですわ。もうなんかもうね、圧倒されて、もうなんていう表現でこの恐れ多さを表現していいかわかんないんだけど、なんかとんでもないものを経験してしまったなっていう感じですね。はい。なんか本当に、なんだろう。こう本当にこの単発の時に、この時に苦しそう、これ与えようとか、なんかそういう
一時的な、単発的なものじゃなくうんて、うんうん本当になんかもう先の先の先そうそうの先の、そうそうもう先まで見て、そうこのね祝福を一つこううん持っていく。またそこに中に苦しみもあるかもしれないけど、うんうんうんでもこうコロナもそうだうんし、うんうん逆にじゃないけど、うなんかん結構こうお父さんがうん継がせないって強くうん言ったことに対してうんも、なんかある意味それを通してその言葉があったからこそ、蛍がこうそれまでの人生をこうんう歩んできて、うんでも実際この最初からそういうこう偶像礼拝に進まないで、うんいけたかもしれないけれども、そのうん偶像礼拝を通してでもそのうん壊されたっていう経験がうん逆にそういう偶像礼拝で苦しんでる人に対するうん憐れみの心うんをうん持つところにこう用いられる。多分そうなんでしょううね。ん一回僕は偶像礼拝をする時期が必要だったんですよ。その憐れみを持つためには。だからやっぱもう本当にね、そのことを知らなかったらね、うんうん例えばここまで、なんていうのかな、憐れみの気持ちとか、その人たちに福音を伝えたいっていうのはね、こうなかったと思うけれども、神様がそこを通してくれたから、なんかそういう思いを与えられて、なんかね、こう、今この道に進んでいけるんだなと思いますね。おっしゃる通り。だからもう、すっげえことすんな、神様って感じですよ、本当に。本当に。まあね、もちろんプレッシャーもね、あるんですけれども、まあでも神様がここまでね、連れて行ったということは明確な道なので、まあ、神様が連れてくんだったらね、神様ちゃんと、なんか僕がちゃんと向こうでやれるだけのリソースを与えてくれると思うし、ちゃんと僕ができるようになんかするのはあなたの責任でもあるんですよっていう、あなたが責任取ってくださいよぐらいの気持ちで行くからね。すごいプレッシャーも時々感じますけど、でもすごいなんていうのかな、まあ、いい意味で楽観的でやれるというか、神様に信頼して戻れるなっていう気持ちはしますね。こう具体的にこれからこう、その会社に行って、まあこれから、まあちょっとプロセスを踏みながら会社をこうお父さんから継ぐわけですけど、なんか具体的なビジョンとかっていうのはあるんですか？そうですね、こうどうしていきたいかというか、なんかね、うちの父親の会社のことを全然話してなかったと思うんですけど、うちの父親の会社は天然の温泉成分を使った入浴剤を作っているっていう会社でして、なかなか初めて聞いた風でありがとうございます。ね、なんか地元は温泉がたくさんあって火山もいっぱいあるから、なんかね、温泉成分を多様に含んだこう土地みたいな地層みたいなのがいっぱいあって、飛騨山脈そうからもう来てるって感じなんですね。そうなんですよ。あそこのね、なんかうちの工場の真裏になんか温泉成分がこうね、たっぷり入った地層が隆起してる場所があって、地表にね、なんか真っ白の山なんですけど、そう行ってみたい。面白いよ。そう、すごいびっくりするぐらいそこだけ白いんですけど、そこからガーってこうね、うちは天然成分を採掘してきて、加工して粉状の入浴剤にするっていう、でそれを販売するっていうビジネスをやってる。なるほど。そうそうそう。でまあ温泉ってなんかね、本当にただのお湯に入れると本当に温泉みたいになるんですよ。あら不思議。すごい。だからなんかすごいね、なんかユニークで、すごく喜ばれてる商品で、まあね、そのビジョンっていうところで言うと、まあ、温泉っていうのはやっぱりこう地球からの恵みというか、神様からのプレゼントですよね。でも基本的に温泉って温泉が湧いてるところに自分から行かないと入れないじゃないですか。普通はね。だからその素晴らしさを享受するためにはそこに行かなきゃいけないというハードルがあって、でもなんかこの入浴剤ってなんか言うなれば温泉を家に届ける仕事だと思うんですよ。だからね、まあ今様々な事情で簡単に家から離れられないというか、出かけられない方たちってたくさんいるじゃないですか。まあコロナがあって余計ね。そう、コロナ禍でね、本当に今なんかデブね、なかなか旅行行きづらい、温泉地行きづらいっていうのありますし、まあ例えばその他にも介護ね、必要な方とか、介護をしている方とかって、なかなか家を離れられないとか。まさに私のおばあちゃんが温泉大好きなんで。そうなんだ。もうプレゼントします。あとで住所とか。そう。で、あとね、おばあちゃんね、介護必要だったらいけないし、体が弱い方とかね、もうなかなかこう出かけられない。あとは経済的に困難を覚えてらっしゃる方も、なかなかこう旅行には行けない。
あと小さな子供がいたりすると、うんちょっと旅行に行けないとか、はいはい。あと激務の方とかね、うんうんそんなもう余裕ありまさにませんみたいな、そう。仕事でそうめちゃくちそうそう。ゃ頑張って。めちゃくちゃやっててね。それでもなんか、いや、もう全然もうそんな休みなんかなくてみたいな人もいらっしゃるだろうし、そういうね、なんていうのかな、なかなか家から離れられない方っていうのはいらっしゃると思うんですよね。でそういう人たちって結構孤独を感じやすいと思うんです。なんか私は一人ぼっちだなと、誰もこう私のことなんか気にしていないっていうふうになんか思いやすい。存在だなと思うんですね、そういう方たちって。そんな人たちに、なんかどうやってかはわからないんですけど、そういう孤独を感じている人たち、ちょっと自分は、誰にも気にされてないって感じているような人たちに、この入浴剤を届けたいなと思っていて、なんか私たちの会社は、あなたのことを思ってるよっていうメッセージを伝えたいなと思ってるんですね。で、そのような愛情を表現するとともに、何かしらの形でその人たちに福音を届けたいなと思ってるんですよ。パッケージに書いちゃうのかわかんないですけど、中にお手紙入れちゃうのかわかんないんですけど、全然それ以外の方法なのかもしれないけど、なんかやっぱそういう、キリスト的な愛を表現するっていうことをしつつ、なんかやっぱどっかで福音ぶっ込みたいなっていう神様のね、福音には力がありますから、何かしらでこう伝えたいなっていう、そんなことを今、ぼんやりながら思ってますね。はい。またこう、温泉って癒し効果みたいなそうなんです。のあるからね。そこにこう、うまく。そうなんです。本当の癒し主みたいな。そう。癒しね、本当にもう癒しなんですよ。回復なんですよ。温かさなんですよ。でも、これってやっぱ体の話であって、なんか本当の癒しっていうか、本当の回復っていうのは神様からしか来ないじゃないですか。ね、どんなに体温まっても、魂が救われてなかったらね、その人のなんか魂は永遠にね、暗闇の中に留まってしまうわけで、だからやっぱりなんていうのかな、体温まったところに、心もちょっと、なんか、ほかほかしたところに、いや、なんかもっとなんていうのもっと別の、もっと必要な。なんかちょっとね、なんか入浴剤使った後でみんな気持ちいいと思いますから、心なんかそこにね、なんかこう、入れられないかなと思っていまして、リスナーの皆様、アイディア募集中ですと。はい。私だったら、入浴剤、温泉成分の入浴剤使って、こんな風に福音届けちゃうアイディア募集中です。コメント欄に残していただければ、お願いいたします。よろしくお願いします。なんか一つでもすごい、なんか私の中で、心なかったのは、やっぱりでもそこの目的を一番こう、蛍がこの苦しかった経験と、また本当に驚くべき神様の、もうこれは神様にしかせんだろっていう、奇跡の証、なんかこう記憶の石碑として残るものがこう、与えられて、こう本当に行って、実際仕事が忙しくなったり、こういろいろタスクに追われる中で、本当に心をなくしてしまって忙しくなってしまうことってやっぱあると思うんですけど、なんかそのたんびにこうさっき与えられた、言って同じようにするっていう、その与えられた御言葉に立つこともそうだし、なんかこうそこも含めて神様はこう全てをここまでこう綿密にプランして持っていってくださったんだなっていうのをなんかすごく感じて、なんか本当に何の不安もないなって送り出す側からしてもそうですね。ワクワクですね。ありがとうございます。ワクワク。ドキドキな感じでやっていきます。ありがとうございました。とんでもございません。なんかやっぱ蛍がこんなたくさんいろんなこう経験を通して、ごめんね、こう学んだこと感じたことをすごいシェアしてくださったんですけれども、なんかこう一つ視聴者の方々にこう一つこうなんか励ましたいメッセージ、励ましの言葉があれば、ぜひお願いします。そうですね。じゃあ、なんかいくつかあったんですけど、今こうパッと心に強く浮かんだ言葉で、ヨハネの福音書ね、真理は人を自由にする。あなたを自由にしますって。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にしますっていう言葉があるけど、なんかこれが本当に真理なんだなと思うというか、なんか同じこと言ってるかもしれないですけど、自由になるんですよ。キリスト者という生き方とはなんと自由なんだっていう。やっぱりね、神様の愛を知って、
神様の導きに沿って生きるという人生は、本当に素晴らしいですよ。本当に素晴らしい。僕はそうではなかった。クリスチャンって頭では信じてたけれども、本当にその意味を理解してなかった。けれども、それを知った時に本当に自由だと思った。で、この世界は本当に素晴らしいと思った。どんなに苦しみがあっても。だから、この福音をね、やっぱり私たちはこの知らない人たちについていって、もう束縛だらけの中に生きてるんですよ。皆さん。悪魔のね、嘘に縛られて、束縛の中で生きてて、本当に苦しい思いをしてると思う。私たちはそのことを軽視してはいけないし、で、やっぱりそのことを覚えつつ、やっぱりこの自由に至るね、この真理っていうのをこう伝え続けていくっていうこと以上に勝る喜びないなっていうふうに確信しています。なので、そして全ての人たちがミニスターだと信じていて、どんな仕事をしていたって、それはミニストリーなんですよ。私たちはね。だから、あなたが今どのような場所におられても、神様はその場所を周りの人たちに福音を伝える場所として用いられたいというふうに思っていらっしゃるし、で必ずそのような、なんていうのかな、リソースを私たちに与えてくださると思うし、だからそのことを信じて祈り続けていると、神様はそれは私には分かりません。あなたが教えてくださいという砕かれた心で祈ると、必ずそのことを教えてくださるんじゃないかなというふうに私は思いますし、みたいなことを皆さんにお伝えしたいかなと思っています。はい。アーメンですね。アーメンです。ウェイン・コデーロス牧師の本の中でも、本当に一人一人が警察官の格好をしてる宣教師で、教師の格好をしてる宣教師で、本当にそれぞれの場所に送られた宣教師なんだよってやっぱ言ってるんですよね。なんか牧師が一人知らない牧師がポンってきて福音伝えるよりも、そこにある関係とスキルといろんな要素を持って神様はあなたを用いたいと思っているんだっていう、言葉が、もう本当に一人一人が同じように神様から使わされた本当伝道者であってそうですね。なんかすごいそこがなんか改めて本当に神様の置かれた場所で、神様が召した方法で一人一人がそこに生きることを受け取ってほしいなってすごい思いますし、本当ですね。またそれが自由なんだよっていうね、なんか強いられることでもなく、そうだね。喜びなんですよね。喜びなんですよね。喜びです、本当に。ね。あとそうですね、リスナーの方たちの中には、まだね、クリスチャンではないというか、神様って何みたいな方もいらっしゃると思うんですけど、なんか人生で生きてて本当に、なんていうのかな、行き詰まったというか、なんかモヤモヤするというか、このままでいいのかみたいな気持ちあるんですけど、全部その答えはやっぱり聖書に書いてありました。書いてありました。書いてありました。書いてありましたね。なんか、なんでそれがモヤモヤしてるのかっていう理由も分かってくるし、で、じゃあ自分は今どうしたらいいのかって分かって、本当にこうやって生きていけばいいんだってね、自分の外的な状況がどうであれ、なんか何があったって自分はこのように生きていけばいいんだっていう、なんていうのかな、ことが確信を与えられるのがやっぱりこう聖書であり、その聖書が示している神様だと思うので、ぜひ、ぜひ真剣に、一度ガチで読んでみて、一度教会もね、行ってみていただけると、はい、本当に本当にお勧めしますということです。はい、もうすごく忙しい時なんですけど、こうやって時間取って来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。すごく長くなりましたけど、これでも短くしたつもりです。全然いいです。まだちなみに話せてない話がですね。サイドストーリーがたくさんあります。はしょった話いっぱいあった。そうなんですよ。まだいっぱいあります。これもうね、話そうとしたら本当に半日でも収まらないぐらいなんですけど。ぜひぜひそうですね、気になった方は、飛騨山脈まで行っていただいても結構ですし。全然なんていうんですかね、ラウレアでやってるのかわかんないですけど、僕のコンタクトとかね、皆さんにシェアするみたいな全然 OK なので、わかりました。なんかなんだ、僕のこと知ってる人も知らない人も、なんかちょっとこいつ、と話してみたいなと思う方いれば、わかりました。ぜひご連絡いただければと。概要欄の方にいろいろちょっとリンクも貼らせていただいて、そうですね。ちょっと会社のリンクとか貼っても大丈夫ですか？いいんですか？いいんですか？ありがとうございます。そんな宣伝しちゃっていいんですか？ラウレは営利目的大丈夫なんですか？営利じゃないです。営利じゃないです。福音伝道。福音伝道。間違いない。
いや、もうはい本当に祝福を持って送り出したいと思います。ありがとうございます。はい本当に今日はお呼びいただきまして。いや本当にありがとうございました。ありがとうございました。まあ、これを聞いた皆さんが本当に神様の愛にあるアイデンティティを受け取って、またさらにその中で与えられた神様の熱心に本当に自由の中でこの真理を受け取って自由となって歩んでいけますようにって本当に祈りを込めて、はい、祈っています。はい、はい、このラウルね、本当にホタルが来てくれましたけれども、このホタルのストーリーが皆さんの証、皆さんね、ふとした瞬間の励ましになりますようにと、祈っています。本当に、まあね、これから来月になると、まあ、5月病って言ってね、こうシーズンの変わり目で結構心が、まあ、ある意味アイデンティティについてすごい模索するようなシーズンかもしれないですけれども、本当にその皆さんの心が守られますようにって本当に祈ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんまた次のラウリアタイムズで会いましょう。God bless you! バイバイ。